んなところに雲がおるよ。おばあちゃんがそう言い出したのは入院してしばらく経ってからのことでした。大好きなおばあちゃんが入院することになったのは9月になったばかりの頃でした。この年になるといろいろ体にガタがくるからね。そう笑いながらおばあちゃんは入院したのです。本人は1週間ほど入院すれば退院できる、そう思っていたはずです。でも私たち家族はお医者さんに告げられていました。もしかするともう二度とおばあちゃんが家に帰ることはできないかもしれないと。日に日におばあちゃんの食欲は落ちていきました。それにつれ眠っている時間が長くなっていきました。そんなある日のことです。あんなところに雲がおるよ。おばあちゃんが病室の壁を指さして言いました。しかしそこにはクリーム色の壁があるだけ。そもそも病室に雲などいるはずがありません。おそらく夢でも見ていたのでしょう。私はすっかりしぼんでしまったおばあちゃんの手を握りながらただうなずくしかありませんでした。その後もおばあちゃんは何度も雲がいると言いました。でもその頃になるとおばあちゃんは夢と現実や現在と過去が曖昧になることがよくありました。だから私もお母さんもおばあちゃんの言葉を聞き流していたのです。ただ一度だけおばあちゃんの言葉を信じかけたことがあります。学校帰りにお見舞いに行くとおばあちゃんはぐっすり眠っていました。しばらく寝顔を見ていましたが起きそうにないので「また明日来るね」そう言って病室を出ようとしたその時、カサカサ。病室のどこかで何かが動く音がしたのです。虫が這い回っているような音でした。雲？音の正体を探して私は病室を見回しました。けれど清潔な病室に動くものの影はどこにもありませんでした。それから半月も経たずしておばあちゃんは亡くなりました。お葬式を終え最後のお別れの時が来ました。花に囲まれ棺の中で眠るおばあちゃんに最後の挨拶をしようとするとカサカサ、敷き詰められた花が動きました。カサカサ、雲がいました。見たこともない色の雲でした。お母さん、雲。泣きじゃくっているお母さんの耳には私の声は届いていないようでした。雲はガサゴソと動き回ると花びらの奥にすっと消えました。そしてもう二度と姿を見せることのないまま棺の蓋が閉じられたのです。あの雲は天国への案内役だったのでしょうか。チャンネルへのご登録お願いします。